こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。盆栽も青葉の美しさを楽しむ季節。その中で水石の楽しみも水の気配、これを楽しめる季節となりました。今日は水盤を使った水石の飾り、特にその石を据えていく姿、このちょっとテクニックを皆さんにご披露したいと思います。お楽しみください。まだ山々に残雪が残るような世界。貴船石の平型の大きな山には石英質の雪がまだ残っています。見方を変えれば奥入瀬渓谷に見るような渓谷や渓流の姿にも見えるこの石。広々とした金葉の色、水色の楕円の水盤でその広がりを見せています。砂の中に吸い付くような据え付け。水盤使いはその据え付けによってその石の景色を変えることができます。今日はこの基本をまたテクニックをご紹介しましょう。初夏の代名詞、渓流や滝石という水の流れを表す石をはじめにしてみましょう。富士川の滝石、山姿のような中に流れる大瀑布。ご覧のように向こう側に抜けずに止まってそこから瀑布が出る。この山の頂上からやや低いところへ出る理想的な姿を求めた石です。もちろんそこは不可視加工という技術で切り落とした後、それを噴射で直しています。では、このままで良いかというと、そうではありません。職人さんが切った時、その時にここが良いという思いがありますが、果たしてそれが正しいかどうか。そして一番大切なのは、この水際をどう見せるかがあります。ここから水盤に据えた姿でご覧に入れましょう。これだけの量感のある石ですと、ある程度の水盤に力がなければなりません。一番大切なのは、その石の力、姿、それに水盤の大きさや深さなどが合っているかです。例えばこの石をそのままに置きます。このままで置いても普通の人はいいと思いますが、どんな石でも流れというのがあります。この石は高みから水を受けてこちらへ、つまりこっちへ流れているわけです。その時には流れに重んじて微妙に左へ寄せてあげます。それによって水の流れの広がりが出ます。そして一番気をつけるのが、この裾周りが浮いていたのでは大地に根付いた大きな山の姿が出ません。ここを沈めていくんですが、その時にもただ単に平らに沈めるんではなく、切った石が正しいかどうか、もうちょっと角度が違うのか、それを見ながら据えます。ご覧ください。これでも十分に入っていますが、この状態ですと水の落ち口はちゃんと入りますが、ご覧ください。左の一番ものの始まりの根の場所、そこにちょっと力が抜けています。砂で隠すという作業もありますが、この深さがあればもう少し右を沈めて、左を沈めると石が流れが消えてしまいます。右を沈めることで左の裾がこのように沈んでいきます。このように裾周りを揃えて、左右の際というものがしっかりと砂の中に入っていることが大事です。この今の状態でも決して切ったままの平らではありません。右が相当深く入っています。これによって
山の裾から大瀑布が落ちていく姿が出ます。わずかなところですが、このわずかな据え付けが石の大自然の雄大さに安定感と実つきの良さを与えます。ここでちょっと霧をかけてみましょう。石の据え付けの落ち着き、流れの場所、それによって水石の水盤飾りは完成していきます。さて、それでは今度はたまり石と言われる水ぬるむ時の水石の一つの形種の代表石をやってみましょう。水石を代表する京都鴨川のマグロ石、ちょうど広い平石の中にくぼみを持ち、ここにたまる。ありがたいことにわずかに水道まである。そしてこの石はこれだけ薄いのに、底も全部天然の石です。ありがたいですね。この石を見事に据えてみましょう。このたまり石に使うのは名水盤と言われた桃水の楕円水盤です。ある程度の薄さの中にも縁作りなどに力がある、まさに名器の真骨頂と言われる水盤の一つです。これに据えてみましょう。どんな平石でも何でも必ず流れがあります。上が平らでも流れはあります。この石は右から左へ落ち口があります。天然石ですから逆に据え込むことで安定をさせます。やや右手を置き、そして据えていく。その時に平らなたまり石は後ろに下がらないことが大事です。目に見えない程度に落ち口へ向かって降りていく。その感じを出してあげる。極端ではいけません。しかもこちらから流れますから、なるべくこちら側が高くならないように、平らかこっちがやや流れる。水を入れるとよくそれが出てきます。そして先ほどと同じように石の裾際をきちんと砂の中に送り込みます。この際がすっきりと入っていることが飾りの大切なところです。薄い石ですのでそんなに深くは入りません。それでもきちんとすっきりとどれだけ入っているのかなと思われるような据え方が大事です。若干まっすぐ真横というよりも少しこちら側に振り込んでいて、この前の広がりを出しています。水を入れてみましょう。古い石ですので水のりが良い。石は持ち込んで溶石を重ねると水をしっとりと含むようになります。微妙に後ろの壁から前へと降りていく感じ。この感じがいいですね。大きな渓谷の中の瀬にも見えますし、湖にも見えます。沼にも見えます。見方それぞれですが、広々としているところで景色を小さくしないように気をつけています。水ぬるむたまり石の据え付けです。それではちょっともう一段高等テクニックをご覧に入れましょう。古い石、肉厚な平らな石にわずかに上に段があります。段石と言われるものですね。底も天然の石、肉の厚みもあります。これは水盤への沈め方によって景色が大きく変わります。ご覧になっていてください。流れは右の高いところから左へとあります。それを例えば
もちろんこのように据えても一つの景色は出ます。ただご覧ください。この裾周りがまだ内側に沈んでいます。できれば安定した広いものを見せるときには沈め込んであげたいものです。これは私が何年かかけてデザインしたものですが、外縁がなく切ったてという深さがあるので、深さがあるのに力がない。つまり水石を深く入れるために考案した水盤です。これぐらいに沈めていくと、この裾周りが安定してしっかりと収まっていきます。いかがでしょう。これだけで先ほど置いただけと石の景色が違います。かえって沈めることで裾が立ち上がって雄大な丘陵の世界になります。微妙な1センチの差で変わっていきます。もう少し沈めると今度は石の力がなくなります。今ご覧になっているところが大体合っているかもしれませんが、もう一段入れてみましょう。もちろんこの世界でも不正解ではありません。ただ先ほどの方のが石の力が出ています。これぐらいでも景色は大きく見えます。何を伝えたいかというと、職人さんが切ったものの場合は初めからこのものもあります。切ってもらうときはちょっと余裕を残して切っておいてくれると、いろいろな力の世界が描き出せるということですね。最後に胆石という石を川から見立て心で手に取る方、これは世界にもいろいろな方がいると思います。よくあるものをご覧に入れましょう。古い鴨川ですが、これも昔は川から取ったものです。一見して山のように見えて素晴らしいです。もちろん天然のものです。こちらですね。ただ必ず天然物であるように石がコロコロします。そして大切な裾の右がありません。このような石が川にあるもののほとんどでしょう。これの据え付けをご覧に入れましょう。使う水盤は小当たり年陽楕円。約250年前の中国の名水盤です。澄み渡る水の色、まさにこれからの色です。この楕円と深さバランスがこの石を映えさせてくれるでしょう。ポンと置いても盆石としての味わいのようなものは出ますが、右裾を消していきましょう。沈みきらない部分があります。かといってこの盆石にこれ以上の深い水盤は似合いません。その時は俗に言う砂化粧といって砂のバランスで裾周りを多少安定させるように消し込みます。天然の石はどこか足らないところがあります。それをある程度の深さの水盤を使って修復してやる。山姿で見た時にはもっと左へ起きています。右をなるべく沈めて、右の欠けを砂と一緒に合わせて見せないようにする。それによって小さな小さな茶石の石が仕上がります。このような技術も
試してご覧になると面白いものです。わずか5点の水盤飾りをご披露しましたが、いかがですか？夏に向かう前、水を打つ水盤のこの涼しげな姿を楽しんでほしいものです。盆栽の植え付けの角度と似たものがあって、石は一つ一つの表情とその角度、左右、埋め込み、これによって顔を変えていきます。どれ一つが正解でダメというのはありません。皆さんの感性、好みに合わせてのものもありますが、そこにやっぱり失ってほしくないのは、石は安定していることが大事で、不安定な飾りは見ていて心が安らぎません。たくさんのものを皆さんが楽しむ中の一つの材料として、このやり方をご紹介しました。一つだけポイントをお伝えします。どれ一つをとっても水盤の真ん中に入れているものはありません。日本の文化でいう流れに対しての空間の美しさを微妙に見せています。この点はぜひ皆さんも体験してみてください。わびチャンネルは水石はもちろんのこと、盆栽、そして掛け軸、歴史、いろいろなものがアーカイブに本当にたくさん織り込んであります。チャンネル登録をしていただいて、それぞれを楽しんでいただけるとありがたいです。本日もご視聴ありがとうございました。